お久しぶりです。シリーズも終わったことですし、せっかくなのでワールド紹介でもしようかということで始めた観光2日目です。前回は始まりの村を一通り紹介しました。最初に見つけた村ということで、村人さんの職業をすべて揃えた村でしたね。今回はこの始まりの村にある神社からネザーを通って砂漠の町に向かいたいと思います。前回の最後の方にご紹介した神社というか祠ですかね。祠にはネザーゲートが封じられています。このネザーゲートを抜けてまずはネザーの世界をご案内していきたいと思います。ネザーに入ると、ネザーに築かれた砦にある塔に出ます。ハーフブロックを使って湧き潰しをしている場所なので安全ではあるのですが、砦の周りを紹介したり、ガストがいる場所などにも行く予定ですので、ネザーにいる間はピースフルで紹介していきます。ネザーゲートがある塔から防壁の上を通って砦の巨漢に向かいます。巨漢の2階は通り抜けができるように通路と倉庫になっています。このはしごから3階に登ることができます。3階は見晴らし台ですね。周りを見渡すことができるようになっています。2階に戻って階段を使って1階に降りていきます。この1階がネザーの拠点になっていますね。この1階からは砦の外にも出ることができます。危ないのでめったに出ることはないですがね。巨漢の2階の通路を進んでいきましょう。防壁を進んでいくと、ヨーロッパにある宮殿のような駅があります。ネザー駅ですね。駅の2階に入ると、まずは東に向かう路線があります。ここはまだどこにもつながっていないので、いつかね、どこかにつながることでしょう。階段を挟んだ反対側には西側に向かう路線があります。ここから砂漠の町方面に向かいます。後ほど向かうとして駅の1階に降りていきましょう。1階は駅の入り口になっています。駅長のピグリさんですね。駅員さんがいるカウンターから奥に続く部屋には休憩室があります。こちらにも駅員さんがちゃんといますね。休憩室には駅員さんがピグリンということで金塊が置いてあります。休憩室からさらに奥に行くと、線路の保全をするための通路に出ることができる部屋につながっています。この部屋からは外にも出ることができるようになっています。駅の正面には防壁に囲まれた広場があります。中央にはいつ作ったか忘れましたが、確かクリスマスに合わせて作ったツリーがありますね。広場の先には溶岩湖があります。
こにいつかね、船着き場ならぬストライダー発着場を作れたらいいなと思ってはいるのですが、随分先になりそうな予感がしますね。広場にある階段の先にはネザーのブランチマイニング場と北に向かう路線があります。ここから松本城に向かうことができるのですが、松本城に向かうときに改めてご紹介したいと思います。それでは改めて駅の2階から西側へ向かう路線に乗っていきましょう。ネザーのトロッコ鉄道の建築は大変でしたね。今は安全に絶景を見ることができるので、一度くらいは徒歩で路線を歩きながらネザーの景色を楽しむのもいいかもしれませんね。西側の路線途中には南行きに乗り換えできる乗り換え駅があります。ここで線路を切り替えて、今回はさらに西に向かいたいと思います。西側の終点にはネザー要塞につながる駅があります。正面の階段を登っていきましょう。途中の踊り場からは外に出ることができます。外からもね、入ることができてしまうので、動画をご覧いただいた方はご存知の通り、とても危険な場所ですね。最上階から橋を渡るとネザー要塞があります。要塞はこの辺にして乗り換え駅まで戻りましょう。乗り換え駅から南に向かいます。こちら側の終点は神殿ですね。ここは動画で作成した時から少しだけ変更しています。神殿には砂漠の街につながるネザーゲートがありますね。神殿の地下に向かいましょう。この場所は普段だとすごい危険な場所ですね。神殿の横にある階段を降りると神殿の地下に行くことができます。ブロックライトの回収装置ですね。このレバーを使ってトロッコを動かして回収する装置です。ここにはカエルさんたちがいますね。この神殿は安全面でもまだまだ改良の余地があるので、いつか改装したいと思っています。ネザーの世界の建物はほぼ紹介しきったので、ゲートを潜って砂漠の街に向かいましょう。砂漠の街に到着しました。砂漠の街のゲートはピラミッド内にある祭壇に祀られています。ピラミッドの中央には砂漠の街の拠点にしている小部屋があります。ここですね。中層はぐるっと一周できるようになっています。仮装もあるのですが、仮装に行くにはある仕掛けを解く必要があり、メンバーシップに加入されている方はね、ぜひレムルズで試してみてください。ピラミッドの大きさはメンカウラ王のピラミッドを半分にしたサイズで再現しています。ピラミッドの正面に出てきました。目の前には古代エジプト王の礼拝をするための祭壇、
総祭殿があります。王様のお墓である王墓に隣接して建てられていたものですね。総祭殿には最も神聖な場所として至聖所があります。ここは大祭司だけが年に一度贖罪の日に入ることが許されていた空間です。詳しい説明は建築当時の動画で説明しているので、そちらをご覧ください。総祭殿を抜けると砂漠の町の入り口を守る凱旋門があります。本来は凱旋式のための記念の門なので出入り口としての役割はないのですが、砂漠の町はこの凱旋門によって守られています。凱旋門の内部には階段があって屋上に出ることができます。この場所は砂漠の町とピラミッドが一望できる場所になっています。砂漠の町に入っていきましょう。ネザーゲートを使うことができる特別な私たちとは違って、一般の方々は船でこの町を訪れます。というわけで、海に面したこの場所には港があります。総レンガ造りの港の2階には船の発着を見ることができる待合所があります。お見送りの人たちがここから船を見送る場所ですね。1階に向かいましょう。出港する人はこちら側から出港の手続きをします。ここでね、手続きをして出港していきますね。桟橋に出てきました。桟橋には船荷を一時的に保管する倉庫があります。その保管しているものを管理するね、警備員さんもいますね。入港してきた人たちはこちら側から町に入ることができます。ここが入港カウンターですね。入り口には町の地図も貼ってあります。ここで行きたいお店とかをね、確認して町を楽しんでもらえればいいですよね。港から町に入ると左手には幸せの鐘があります。鳴らすと幸せになると言われている、よく観光名所にある鐘ですね。大通りの入り口にはお菓子屋さんがあります。暖かい地方といえばサトウキビということで、甘いお菓子を売っているお店です。ガラス張りのところから調理場が見えるような建物になっています。道路を挟んで反対側にはレストランがあります。ここで名物の海鮮丼を買ってテラス席で海を眺めながら食べる。最高でしょうね。いい景色ですよね。ここは港町なので、もちろん魚市場もあります。生魚や焼き魚、昆布ね、販売しているようですね。オーニングがある店舗になっています。大通りの先には灯台が立っています。この灯台は明かりが点滅する灯台ですね。展望台もあって街を一望することができます。灯台のすぐ隣には魚市場で買ってきた食材なんかを食べることができるスペースなんかもあります。
大通りにある魚市場の中に入ってみましょう。壁には大漁旗が飾ってありますね。ここを通り抜けていくと、漁師さんたちが働く漁港に出ます。ラクダがいますね。普通にスポンしてくれるようになったのはありがたいですよね。こちらが漁港です。漁船の発着はもちろんなんですが、ここの漁港には生けすやね、漁船を修理するドックなんかも完備しています。ここの桟橋は漁船だけではなくて、外から資材を運ぶ搬入口もあります。この搬入口がある桟橋を抜けると、石工さんが働く石材屋さんです。ここには泥の製造装置作りましたね。ここに土を置くと泥が出来上がる仕組みです。この建物の2階には石工さんの作業所とプライベートルームがあります。なかなか広い部屋ですよね。石工さんの家の前には町共有のレンガ窯があります。ここには泥を粘土にすることができる装置を作っています。レンガ窯の前の道を抜けていくと、鍛冶師さんたちが働く鍛冶屋街になります。ここの工房で鍛冶屋さんたちが働いてくれていますね。仕事場の先、ここは住居ですね。店舗兼住居になっています。1階が店舗ですね。店舗からは裏道に出ることができます。裏道の先には石工さんの住居のね、玄関が見えますね。ここはお菓子屋さんのお家の玄関です。港の前の通りに戻っていきました。港の隣にはモスクがあります。イスラム教の礼拝堂ですね。ドームの屋根が特徴的な建物です。入り口から入って正面ですね。ここには礼拝の場があります。正面のくぼみはミフラーブといってモスクには必須の設備となっています。左手には談笑スペースがあります。正面右手には聖職者の住居と薬屋さんがあります。古代の医術は宗教と関連していることが多かったそうなので、ここには医局として聖職者の仕事場を作っています。砂漠の町の建物は残すところアカシアの村へ向かう駅だけですね。村人の職業がまだ揃っていない町ですし、ラクダのアップデートもあったのでね、砂漠の町はまだまだ発展できそうな感じですよね。ここは石造りの建物で統一した町なので、思い入れが深い場所でもあります。今からアカシアの村まで行くと中途半端になりそうなので、今回はここまでにしたいと思います。次回砂漠の町からトロッコに乗ってアカシアの村をご紹介いたします。最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。